実戦までの機能があるかはわからないけど、今の私みたいなミスを起こさず気軽にね添付の振り直しができるというエミュレーターなんでしょう。こんぷは大家好，我是プアル。夏休みの自由研究、ありがたいことに毎年何かしらの賞をねいただいて拒否権もなく展示されるんですけど、期間の終盤には作品が毎回なくなるんですよね。どこに消えちゃうんだろう。プアルです。そのようなことは問題にもならないおおらかな時代を生きてきたんですね。コンプアレンニャン6号です。今回はライズ・オブ・キングダムから新機能ゲームツールがね登場ということで、ついに来ましたね。これ今まで外部サイトのツールに頼っていた各王国の情報が今回ようやく公式のツールで確認できるようになりましたということで、これは一体どういうものなのか一緒にね今回見ていきたいと思います。このメールでは征服シーズン中の王国ごとのデータ評価とかね、直近の傾向、自分の王国の詳細なデータがね見られたり、エクスポートと書いてあるのでパソコンとかスマホに落とせるのかな、こういう形で残せるみたいですね。どこで見られるかというと、掲示板ツール入り口というところからねできるということで、早速見てみましょう。はい、掲示板はどこにあるかというと、お城都市のこちらですね。これですね。これが掲示板です。ここの真ん中、このボタンですね。このアイコン、これを押すと、はい、この画面になります。ブラウザーでね、こんなページに移ります。PC 版はそんな感じ。スマホ版はゲームの中で完結してるみたいですね。これがツールページですね。ここに自分のね、キャラクターが書いてあって、このアイコンでキャラクターを切り替えられるということですね。そして、ここは言語表記ですね。さあ、何が書いてあるか見てみましょう。ざっとね、こちらが王国情報ですね。戦力や活躍度、戦士数などを見られるということで、こちらはデータ統計。王国全体のデータとメンバーの詳細なデータが確認できると。そして下に行くと添付エミュレーターとサーバー開放スケジュール、部隊訓練消費、こうご期待ということで、後々追加される機能でしょうね。こちらは後で触れましょう。では早速王国情報から見てみましょう。こちら先方テストということで、まだ不安定だったりね、テスト段階だということなんでしょう。それを踏まえて見てみましょう。使用開始。これだね。はい。何でしょう。はい、出ましたか。こんな感じで不安定なんでしょうかね。出ましたよ。さあ、これはこれは、直近のデータ、9月2日のデータですね。システムテスト中につき、征服シーズン王国の情報しか表示できませんと。今のデータの一部は欠損してたり、不正確な情報がね、出ているという可能性がありますよっていうことが書いてありますね。デフォルトは総戦力トップ300の王国が表示されているそうです。こんな感じでね、出ていますね。総戦力トップ300なので、先方王国からね、表示されてるんじゃないかと思われますが、こんな感じでね、出てますね。これで、こんな感じかな。さあね、昔プアルがお世話になったサーバーも見えておりましたが、さあ今見てる方、自分のキャラクターがいる王国もこの中にありましたかね。映ってたりしますでしょうか。さあ、こんな感じで300だから結構だね。
何番まで来たかな。これはうちの王国がトップ300の中に入ってるんですね。じゃあちょうどいいのでここでね詳細を見ていきましょう。まずは王国育成からこう順にね見ていきたいと思います。こんな感じでデータが見られるんですね。これは何？王国の成長とかね、ここに詳細な説明が書いてありますが、そうですね、これ本番はリアルタイムのね合計値が出るんですね。すごいね。ランク分けの基準、これも書いてありますね。 S は上位 1%。 S はかなり限られたサーバーじゃないと取れないんでしょうね。で、選手は直近のデータが出るみたいですね。征服シーズン T4、T5 の戦士データ直近が出るみたいですね。このデータに関しては全部直近ですね。直近なので新鮮なデータがね見られるということでしょう。撃破だったり活躍度、これですね。この謎の活躍度、これは征服シーズンシナリオで戦闘に参加しって書いてあるけど、これはどこで参加したって見てるんでしょうね。一定の基準を満たした。基準がまだね明らかになってませんが、こういったデータですね。戦力はトップ300、王国内のトップ300が出てるということで、なるほど。ここでは B とかね S とかこういう12345段階でレーダーチャートが見られるということですね。うちの王国は、育成 B、戦力 B、上位 5% から 20% かぐらいに入っているということで、戦士はね 50% 以内、全サーバーの半分ぐらいか。あまりねノルマ高くないので戦士抑えられてるかな。戦争がねない、あんまり活発じゃない KVK もあったので、あんまりね戦士ノルマも課せなかったということで、ここら辺も関係してるんでしょうかね。このレーダーチャートは主に KVK のね味方陣営とかを決めるのにざっと見る指標として活用されるんじゃないかと思いますね。うちの王国基準だと撃破戦士がね同じ B 評価以上の王国と組みたいななんていう考えが出るんじゃないでしょうか。また外交の指標だけじゃなくて移民先を決める時の指標にしたりとか、ざっくりなデータだけど暇つぶしにも見ていられるようなデータじゃないかななんて思いますね。皆さんのいるもしくはねいたサーバーの評価はどんな感じでしたか？では他の項目も見てみましょう。これはサーバー開放時間でそうとするとサーバー順にね番号順に並ぶんでしょうね。ここは ID で検索したい王国を検索するんでしょう。ということでここはね6項目5段階評価が見られるページでした。さあそしてこちらがデータ統計。こちらになると詳細なものが見られるんでしょうか。こちらの画面は王国全体データ確認、そしてメンバー、これがね個人のデータが見られるんでしょう。まずは国全体から、はい、デフォルトは自分のサーバーになるみたいですね。さあこちらもテスト中につき征服シーズンの王国の情報しか表示できず、データの一部に欠損や不正確な情報が含まれる可能性があると書いてあります。ですね。ここも不正確、まだ不正確だよっていうこと書いてありますね。王国メンバートップ戦力トップ1200、1200のプレイヤーが
ということで、国内のね、1200キャラクターが対象ということで、統計が出ているそうです。戦力数値。これだね。これメートルはメガかな。戦士合計は530万ってことかな。直近で上がってるよってことか。なので、これなんだ。気になっちゃうけど、総戦力は1000ビリオン。139億ってことかな。そして、メートルはメガなので、直近で5600万上がってるよってことなのかな。多分そう見るんでしょう。これもね、直近での撃破ポイントの伸びが見られるみたいですね。これはかなり KVK 外交とかね、王国の指標で重要な指標になるんじゃないでしょうか。T2 撃破も見られるのね。なぜか T1 だけはないということで、なんでだろうね。さあ、そして今度はこちら、詳細なね、メンバーデータに見てみましょう。メンバーデータはこちら、このカレンダーで、時期が選べるようですが、これは1日単位なんだね。何日から何日までっていうのが見たい気もするけど、今の実装では1日単位ですね。この日のデータってことやね。今は1日しかデータ見られないみたいですね。早めに期間のね、データ何日から何日までできるようにしてもらいたいですね。さて、これはメンバーリスト。こうどんどん。これは何基準だ？戦力基準か。戦力相当でされてるのかな。VR、期間の指定ができるようになってるみたいですよ。なんと？どうやってやんの？できるんだ。こうですか。こうですか。わかりました。こういうことか。できた？違いました。違いました。こうしながらこうやったら、こういう風にね、期間ができるのかと。わかりましたってやったらできるのかと思ったら戻っちゃったんだけど、どう？できましたよ。こういうことか。できましたね。もう一回やってみようか。例えば23日から、9月2日までのデータを出したいと。たらこういうことか。23日をタップして2日をタップ、開始をタップ、そして終了をタップすると期間が出ましたよ。あれさっきできなかったよね。なんでだろう。できるようになったね。今まさにできるようになった。そんなことってある？そして分かりました。でやると出てない。どういうこと？まだね、試行錯誤中なのかな。こう。わかりました。しっかり出ましたね。出たり出なかったりしますが、このやり方でいいんでしょう。無事できましたと。そうすると、T5、T4 撃破ね。やってみると、こんな感じで順になってるのかな？撃破ポイント順ってこう押せばいいってことか。こうだね。ここをこう、押すと、上り下りがね、できるみたいです。こんな感じで。これは何位までいくのかな？トップ1200までいくのかな？いくらしいですね。ここでサーバーにいるキャラクターが見られるのでしょう。500人弱しかいないのかな？こんな感じでね、開始は8月22日開始は2025年8月22日からのデータになるようなので、これ以前のデータは今のところ見られないみたいですね。ここで項目の追加ができるということなんでしょう。これ全部消すと、デフォルトは戦力、過去戦力、戦士と撃破ポイント合計ね。資源採取。この4つがデフォルトみたいですね。そして追加でこの項目ができると。そういうことなんだね。ということで、見られる項目は11個。今のところ11個で、これを追加すると、こんな感じでね、見られる項目が増えていくということみたいですね。これはいいんじゃないでしょうか。
ここは今のところ自分のいるキャラクターのね王国しか見られないということで、一応作ったばっかりのチュートリアルをね終わった状態のキャラクターでもここ見られるので、そうするかスクショをもらうかしか他国の情報がね得ることはできません。他の王国のここのデータを見たいとなるとちょっと不便が残ってますね。ここに関するデータは KVK 星獲得のね指標にもしているところが多いので、なるべく早く正確な情報をね反映できるようにしてもらいたいですね。テスト期間が終わればかなり使えるものになるんじゃないでしょうか。いや素晴らしい。いいですね。これはいい。ここで一つ追加要素のリクエストがあるんですが、期間を設定できる全体データが欲しい。これパス4の開放日から停戦の日とかね、その間のデータが欲しいよとかってあると思うので、王国全体のデータでもいいし、ここのね期間で指定できるのであれば、ここでパス4が空いた日、停戦の日ってやって、これ個人なのでここに王国のね合計欲しいですよね。ないもんね。ここでもいいしさ、ここにトータルの例えば戦士T4、T5 撃破とかねあったら、ここの下でも上でもいいので固定セルでね王国合計の数値が出るようにしてもらえると、かなり集計しやすくとっても生きるツールになるんじゃないかと思うんですよね。ほんと外交を含めてここら辺のねデータが星獲得の指標にしている KVK であれば、このデータ集計も王国運営のね負担になってると思うので、よりね負担軽減のために導入してもらいたいところです。人数が多くて視線のねできる王国になると、また視線ごとにねしてもらわなきゃいけないけど、ぜひ対応してもらいたいところです。もう一つ欲を言えばデスキルポイントね、 DKP 値とかいろんな呼び方がされてると思いますが、その項目を追加してもらえるといいねと思われる方多いんじゃないでしょうか。 T5 撃破は2ポイントや T5 戦士は8ポイントとか倍率調整を入れると大掛かりになりそうです。別のツールに分けても良いですよね。しっかり出せるようにしてもらえると活用できるのではないでしょうか。リリース開発の方、よろしくご検討ください。 KVK で集計とかね報告管理されてる方ね、ぜひ欲しいよっていう機能がねあると思うので、もし思い当たるものがあったらねコメントしていただきたいと思います。ということで今見られる機能はここ2つでしたね。そして下が交互期待添付エミュレーター。これは今添付をお試しで振ろうとするとこんな感じで、お試しで作ろうとすると3つただでは作れるんだけど、4つ以上になっちゃうとテンプリセットのねアイテムを使うことになっちゃったよってね。今押しちゃったんだけど平気ですか？誰に聞いてるんですか？消えちゃったよ。やば、消えちゃったんだけど後で振り直すか。身をもってやらかしましたね。皆さん慰めのいいねをしてあげてください。はい、ということでこういうねミスもなく気軽に振り直せるっていうことなのかな。そして実践までね試せたらいいんだけど、実践までの機能があるかはわからないけど、今の私みたいなミスを起こさず気軽にね添付の振り直しができるというエミュレーターなんでしょう。そしてサーバー開放スケジュール、これは何だろうね。これは多分新しいサーバーの開放されるスケジュールなんでしょう。王国統合とかもあるからね、新しく統合されたサーバーとかもねスケジューリングされるんじゃないかな。どうなんでしょうね、そこら辺はわからないけど、そういった情報が見られるところなんでしょう。はい、最後、そしてこれが部隊訓練消費。部隊訓練の消費に関わるリソースだったり加速だったりがね見られるものなんじゃないかと思って、それが必要なのは何だというと最高峰だよね。最高峰のランカーに、なるためにはどんだけリソースやね加速が必要なのか、結構質問があるので、
こがね、このツールを使えば、ここを見るとおおよその数値がね、わかるんじゃないかということなんじゃないかと思いますね。自分の持ってる加速やね、リソースがリンクされているのかはちょっとわからないけど、普段の訓練の目安にもね、使えるし、一番は最高峰のね、目安に活用されるんじゃないかと思われます。実装されてみないとね、実際はわからないけども、そんな感じではないでしょうか。ということで、いかがでしたでしょうか。他にもね、何かあれば、これからツールページね、期待の項目だったり、こちらのね、データも精度がね、上がったりね、していくんじゃないかと思いますので、本実装をね、期待しながら、いろいろね、活用していきたいなと思います。いいですね。こういうのをね、どんどん実装していただきたいと思います。皆さんはどんなツール機能が欲しいですかね。さあ、というわけで、今回は新機能、来金ゲームツールについて見てみました。というわけで最後までご視聴ありがとうです。良ければ高評価、チャンネル登録してもらえると励みになります。ではまた次回の動画でお会いしましょう。おつぷはまたです。